ウェブ人の藤原です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。暑い夏になりましたが、皆さんどうお過ごしでしょうか。はい、ベルベ人もね、天気いいですけれども、オープンしています、開いておりますので、ぜひね、お店にも遊びに来てほしいんですけども、はい、これからね、紹介する商品なんですが、8月の4日、夜の21時にアップされる商品になります。詳しくはね、下の概要欄の方に貼っておりますので、そちらの方チェックしてみてください。はい。まずは、ね、T シャツからいきます。はい、こちらチャンピオンのね、90年代刺繍タグです。エクストララージ。はい、そして前がですね、これブラウンズと入ってますが、はい、ラバープリントの3段です。はい、こちらね、ボディ XL ですけど、ここ下はね、WXL と書いてます。まあ、ボディの方が正しいと思うので、XL ボディ、霜降りのグレーです。ちょっとゆったりめですね。はい、ただね、ボディの状態がバキバキの状態です。はい、こちら6800円に消費税です。はい、続いて、はい、フルーツオブザルームの、ラージサイズ、はい、黒ボディです。黒ボディにカレッジプリントですね。はい、フルーツのね、この黒ボディもね、結構本当去年ぐらいからね、T シャツいろんなのが出てきて人気ですが、それにこのラバープリントのカレッジプリント。はい、黒ボディのラージ、僕はこれフルーツはラージサイズが僕はちょうどいいサイズ感です。もうね、去年いろんなモンローの T シャツとかね、LA の T シャツとか、僕もこの、フルーツの T シャツいっぱい持ってますが、L ボディが僕はちょうどいいサイズ感です。後ろはシンプルに無地ですね。状態はね、かなりいいと思います。5800円に消費税です。はい、続いてこちらが、もともとね、これタグ表記ないと思うんですけども、リンガーのエアフォースです。そしてこれが染み込みのプリントですね。はい。T シャツ白 T の、青リンガーなんですけども、デッドストックの状態です。おそらくボディこれ XL じゃないかなと思います。僕が着てもちょいゆったりするぐらい、この年代なので 100% コットン間違いないので、洗って乾燥機入れていただくとキュッと詰まります。その方がね、この染み込みの風合いとかもね、いいと思いますね。はい、こちらデッドストックで、7800円に消費税です。はい、続いてこちらリバーシブルティのラッセルですね。はい、こちら金ラッセルの M サイズ。こちらもね、ほぼデッドストックの状態です。裏見ていただくとネイビーボディはもうほとんど、水取ってません。100% コットンです。黄色いボディの方のこちらに胸にラバープリントがあります。M サイズ、僕はちょっと小さいんですけれども、はい、デッドストックなのでね、これも洗って乾燥機入れるとちょっとキュッとします。今着丈もね、このロックミシンが通ってるんですが、このままそのね、一回水通してそんな急激に縮んだりしないと思うので、このまま着ていただければ十分。あとこのね、ラッセルの特徴ですよね。この袖から一体型になってるこの T シャツ。普通ね、T シャツってここにこうステッチが入りますけど、袖まで一体型にこうなってるこのボディ、これね結構ね珍しいです。はい、こちら、5800円に消費税です。はい、続いてスケートブランドのこれビジョンですね。はい、ビジョンのサイズラージサイズ。はい、チャコールグレーです。そしてラバープリントでこのビジョンと入ってますね。はい、そして両面プリントです。まあ、ビジョンよくありますこの両面プリント。はい、こちらラージですけど少し縮んでますね。僕が多分結構ぴったりのサイズ感だと思います。ただね、ボディの色目といいね、この両面のプリントといい、まあビジョンらしいプリントですけども、バランスいいかっこいいプリントですね。はい、こちら9800円に消費税です。さあ、映画シリーズです。こちらスター・ウォーズの、はい、サイズ表記が XL の黒ボディです。そしてここダース・ベイダーがいますが、いわゆるシスと入ってます。はい、まあ、この年代的にね、もう2000年のやつかな、この入ってますね。後ろにもシスと入ってますね。まあ、スター・ウォーズシリーズ全部、僕も一応全部見ましたけれども、はい、やっぱこのねシリーズもねかっこよかったですね。はい、まあ、年号等は入ってませんけれども、このプリント、まあ、このラバープリントですけども、シスと、まあ、XL ボディ、はい、僕は合わせてこのぐらいのサイズ感です。ちょっとゆったりしますね。ちょっと乾燥機入れてあげるともう少し丈短くなるんじゃないかなと思います。はい、こちらで12800円に消費税です。はい、続いても映画のシリーズですね。こちらがホラー映画ですかね。
はい、こちらフルーツ・オブ・ザ・ルームのラージサイズ白ボディです。ホラー映画の割には白ボディってあれですね。これちょっと黒ボディの方がかっこいい気がしましたが、この、1408、いわゆるこのね怖いホラー映画、これね日本でも日本の映画にもなったと思いますが、僕はこういう怖いのはあまり見ません。はい、ちょっとこの鍵のねこれもプリントとしてもかっこいいかと思います。年号がですねちょうど2007年のね映画ですね。こちらで12,800円に消費税です。はい、続いても映画ですね。このヒューリー。はい、こう年号的にはね2014年とちょっと新しめですけれども、はい、こちらボディがタグがねちょっと欠損しております。はい、ボディのサイズ的には M サイズぐらいじゃないでしょうか。黒ボディで、はい、これもね状態は非常にいいんです。肩にもプリントが、はい、AM シート入っております。後ろはねシンプルに無地なんですけど、ヒューリー、映画僕もねこれ飛行機で見た覚えがあります。買い付けの飛行機で、ブラッド・ピットのね戦争映画ですけれども、かっこいいといえばかっこいいですしね、結構印象的な映画だったと思うんですけれども、この字体とかねこういったプリントは非常に逆にこれもかっこいいと思うんですけど、僕もブラピ大好きなんで、はい、映画も見た上でこの T シャツもいいんじゃないでしょうか。はい、こちら7,800円に消費税です。はい、続いてこちらボディが、こちらですがサイズ表記はねちょっともううっすら、ラージがギリギリ見えます。下の方にラージと、はい、白ボディなんですけど、こちらカナダのね雑誌ですね。はい、2000年の時の雑誌なんですけれども、こういったちょっとフォト T みたいなね感じの雰囲気、これも可愛いと思います。バランス的にねラージサイズ、このフォトみたいなプリントも可愛いんじゃないでしょうか。はい、カナダの雑誌なんですけど、ちょっとマニアックですけどね、ある意味人と被らなくていいんじゃないでしょうか。はい、後ろは無地です。こちらで15,800円に消費税です。はい、続いてこちらデッドストックの T シャツなんですけど XL です。デルタの、はい、黒ボディでもうちょっとねこの和っぽいんですけれども、最初僕はちょっと寿司って読んじゃいましたけど死って書いております。そしてこの女性の着物の肩に死と入ってるんで、いわゆる和のプリントですね。はい、後ろはね、無地なんですけども、こちらデッドストックの XL です。ちょっとゆったりします。結構ね逆に外国の方とかねこういうプリント好きなんじゃないでしょうか。和のプリント、ラバープリントです。少しね味が出てくると雰囲気もいいんじゃないでしょうか。はい、女性のプリントもねかっこいいです。そしてこちらで19,800円に消費税です。はい、続いて僕もこれすごく懐かしかったんですけど、はい、サイズボディはロン T のラージサイズです。白ボディ、これ見る人見たらねすぐ分かりますね。はい、僕も結構当時もちろんこれをね探してたのはないんですけども、結構好きでバスケット見てました。いわゆるデニス・ロッドマンですね。ロッドマンといえばもう僕もジョーダンとかね時のオリンピックの時も覚えておりますが、すごく派手な選手だったと思います。はい、これねラージサイズ、僕がちょうどいいサイズ感です。このプリントもねロッドマンのこのプリント、そして背中にもこのプリント、ロッドマンといえばねタトゥーを結構ね体に入れてました。はい、そのプリントなのか袖とかにもねこういったタトゥーのねちょっとプリントがいろいろ入っております。袖にもそうですね、こっち側と両方違うんですけれども、はい、これ結構ねパッと見かっこいいなと思いました。しかもね多分白ボディが少ないんだと思います。はい、こちらデニス・ロッドマンのロン T ラージサイズで25,800円に消費税です。はい、続きましてラルフ・ローレンのロン T です。こちらラージサイズ、いわゆるね、ネックが高いタイプの、よく見るとチャコールグレーなんですけど、この胸にね、ポニーマークあります。はい、ちょっとこの柔らかい素材のロン T ですね。このハイネックになるのでちょっと大人っぽく着れると思うんですが、ラージサイズ僕がちょっとゆったり着れるサイズ感です。あとこのねここ前後ろが高さがね違うので、横から見ると後ろが長く感じるんですけれども、状態はいいと思います。これね秋口から中に着て、上からね、黒のちょっとリネンシャツとか着てもかっこいいんじゃないでしょうか。はい、こちら5,800円に消費税です。はい、ちょっとラルフローレン多いんですけども、続いてこちら XL ボディですね。
はい、ヘンリーネックの、インナーのタイプなんですけれども、サーマルといいますか、ちょっとこう、ロン T ですね、こちらも。はい、XL ちょっとゆったりします。はい、僕合わせてもかなりゆったりなんですけども、はい、ちょっと背中にね若干のシミがありますが、黒ボディなんでね、着込んでいっていただくといい感じの雰囲気がよく出ると思います。はい、胸に白のポニーマーク、はい、ヘンリーネックでインナーで、こちらも5800円に消費税です。はい、続いてラルフの、ウエスタンシャツなんですけども、ミディアムサイズ、はい、100% ツーポリコットンですかね。はい、ちょっとこうつるっとした素材のコットンだと思いますが、ド派手なピンクです。はい、白の石ボタンの、はい、ウエスタンシャツなんですけども、 M サイズ、ちょっとねウエスタンなんでタイトめです。僕はちょっと小さいサイズですね。派手なね男子、もしくはこれね女性がちょっとオーバーサイズで着ても可愛いんじゃないでしょうか。はい、ちなみに新品の状態です。こちらにねタグもあるんですけれども、はい、これ当時の値段がね79ドル50と書いております。はい、ちなみにうちのお値段が、6800円に消費税です。はい、はい、続いて、よいしょ、はい、こちら、これもオールドのシャツですね。はい、サイズミディアムサイズです。はい、こちら襟が長いので、70年代から60年代ぐらいのシャツでしょうか。100% コットンの、ね、ストライプシャツです。ネイビーボディにこの赤白、はい、M サイズですけどちょっと小さめですね。タイトです。だいたい14ハーフぐらいのサイズ感でしょうか。はい、チェスキングとね書いてます。このタグはかっこいいですね、非常に。はい、紺ネイビーボディ、このだんだんこのねこのネイビーもねフェードしてきそうですね、色合いが。はい、こちら7800円に消費税です。はい、続いてこちらデニムシャツですけれども、ウエスタン、70年代ぐらいでしょうかね。はい、こちらも石のウエスタン、石ボタンとトップボタンは、ボタンになっております。タグがこちら、はい、サイズ表記がちょっとないんですが、おそらく15ハーフぐらいでしょうか。16が縮んだぐらいですかね。僕がちょうどよく着れます。はい、状態もねまだまだいいですし、デニムシャツもねヴィンテージの方だともう本当に何十万ってしちゃうので、逆にねこのぐらいちょっとダボっと着ても可愛いんじゃないでしょうか。はい、こちら12,800円に消費税です。はい、続いてもデニムシャツですね。こちらねタグがね残念ながら欠損してますが、おそらく DC というブランドだと思います。さあここが15の32ですね。はい、縮みが少し出てるとしたら14ハーフぐらいでしょうか。ちょっと袖口に若干のシミはあるんですが、結構ねデニムの色落ち期待できそうです。まだまだ僕は小さいんですけれども、はい、ちょっとね、細身の男性なんかはちょうどいいんじゃないでしょうか。あとねちょっとこのね後ろがボロボロっときてますが、これ着込んでいくとね綺麗に縦落ち入ってくると思います。はい、雰囲気もね抜群にいいと思います。はい、こちら12,800円に消費税です。はい、続いてアーミーシャツですね。はい、こちら、60年代、ワッペンもついてます。はい、いわゆるこの袖がね切りっぱのタイプってよく僕言うんですけども、はい、こちらの方がねオールドですね。だいたいサイズ感これ15ぐらいです。しかもこれ少しね色が全体的にフェードしてるこの雰囲気はね、かっこいいんじゃないでしょうか。はい、雰囲気いいですよね。秋口からねちょっと羽織っていただくとか、女性がこれ着てもね結構可愛いと思います。はい、この茶色のボタン、このね、平らなこのスタラボタン、はい、これもねやっぱこの後の年代だとねグリーンですけれども雰囲気が違いますね。60年代アーミーシャツでこちら5,800円に消費税です。はい、続いて、はい、無地のねスウェットになります。こちらもタグが欠損してるんですけども、だいたいそうですね、こちら60年代ぐらいの白ボディのヴィンテージスウェットです。こちらねラージ縮みぐらいでしょうか。今ミディアムぐらいのサイズ感だと思います。はい、ちょっとね背中とかにポツポツシミがあるんですけれども、雰囲気系のヴィンテージスウェットと思っていただければ、はい、秋口にね袖まくってちょっと着ていただいたり、
はい、女性がちょっとね、女性だったらダボっとなるので可愛く着れるんじゃないでしょうか。はい、こちら6800円に消費税です。はい、続いても60年代あたりですから、70年代入ってるかもしれません。グレーボディ、チャコールグレー、タグは欠損してるんですけど、ちょっとねこう襟が伸びてます。そしてこうリブもねこう短いタイプなので、これ逆にね横幅がポテッとして可愛いんじゃないでしょうか。これ女性がね、ちょっと大きめに着ていただくと肩もねちょっとこう落として着れたりとかする、このね霜降りのグレーもね非常に可愛いと思います。横幅あって袖がねそんなに長くないので、はい、これはぜひちょっと女性に僕おすすめです。はい、チャコールグレーのスウェットで7800円に消費税です。はい、続いてもヴィンテージスウェットですね。こちら、落書き、ネームの落書きありますが、タグが欠損しています。背中にちょっとポツッと小穴がありますが、白ボディで、いわゆるインディアンの染み込みですね。はい、BS8 入ってるんで、ボーイスカウトの、染み込みのプリントなんですけども、サイズは大きいです。こちら、ラージサイズぐらいは余裕があります。僕もね、多分着れるサイズ感です。白ボディでね、袖口とかに少し汚れはあるんですけども、はい、もういわゆる雰囲気系と思っていただければ、これプリントね、インディアンこのヘッドといいますか、インディアンのプリントかっこいいです。はい、こちら19800円に消費税です。さあ、リバースウィーブです。刺繍のエクストララージ90年代ですね。はい、もうこの色は大人気だと思います。ターコイズブルー。はい、胸にね、刺繍ワンポイントあるんですが、はい、XL ですね。ちょっとゆったりします。このサイズがね、今一番人気が相変わらずあると思いますが、はい、僕はちょっとゆったり着れるサイズ感です。綺麗なターコイズブルー。はい、こちら15800円に消費税です。さあ、赤のリバースウィーブいきましょう。刺繍のラージサイズ。これは僕のサイズですね。そして、いいですね。ユニバーシティ、オブアリゾナ。このね、ひび割れ感、非常にいいと思います。わかりますかね。ひび割れプリント。はい、今年の秋も赤押しでいきます。ラージサイズ、僕はちょうどいいサイズ感です。これもう少し着込むとね、ほんとね、ひび割れ感、非常にいい感じで出てくると思います。はい。この秋口からね、結構いろんなブランドさんがまたこういったプリントをやってると思うんですけども、はい。こちら12800円に消費税です。続いて刺繍のエクストララージですね。こちら、はい、こちらはブルーの、はい、ケンタッキーカレッジ、いいですね。これもねひび割れプリント、はい、グレーの霜降りで XL です。僕はゆったりするサイズ感です。プリントもねグレーボディも最近ちょっとね、うちのオンラインでもね少し落ち着いてきたとは言うんですけど、今真夏なんでね、ただねこういったいいプリントもねどんどん秋口からまた人気出てくると思うので、はい、先に押さえておきましょう。こちら12800円に消費税です。そして同じく刺繍のエクストララージ、はい、こちらが、はい、パープルのねまたラバープリントです。こちらも、はい、これね状態がめちゃくちゃ綺麗ですね。はい、XL こちらも状態は非常にいいと思います。12800円に消費税です。そして刺繍の WXL、はい、そしてシンプルに胸にパープルのこれラバープリントです。染み込みじゃないです。バックプリントもない感じですけれども WXL 結構ダボっとしますね。このサイズ感まではね結構許されるサイズかなと思います。もちろん大きい体格の方もねこれちょうどの方はぜひこのねグレーにパープル、これはねプリントとしては結構人気の高いパープルいいですね。はい、こちらも12800円に消費税です。はい、続いて、シューズをレザーシューズ1足、はい、こちらねアレン・エドモンドです。はい、中敷きでサイズがですねサイズ9の B ワイズ、ちょっと細めですけれどもね日本人には少し細いかもしれませんが、ブラウンのねレザーです。ウィングチップですね。はい、ちょっとユーズドですけれどもほとんど、ちょっとこう擦れてるぐらいでかかともね全然減ってません。はい、そしてこのブラウンのね質感もちょっと大人っぽくていいんじゃないでしょうか。自分も最近ねちょっと革靴履くこと多いんですけれども、はい、このブラウンなんかもね、はい、夏こうやって普通に履いてもいいですし、ちょっとこうスリムのね細身のパンツなんかで合わせてもかっこいいんじゃないでしょうか。はい、こちらで、サイズ9、12800円に消費税です。
続いてね、こちら袋に入ってるんですけれども、ノースフェイスの茶タグ、茶タグのですね、これフラッグになります。ノースフェイスがね、当時、お店とかでね、飾ってたディスプレイもののフラッグなんですけれども、こちらちゃんとホームページ上にはサイズとかも載せておきます。デッドストックのフラッグで、こちら、茶タグです。ノースフェイスの茶タグって覚えて分かりますよね。はい、こちら9800円に消費税です。デッドストックですね。はい、続いて、はい、コーチバッグ。こちらまたね、女性のサイズですけれども、はい、ちょっとね、茶色の味が出た感じです。はい、これね、うちの方でもね、拭いてきれいに程度拭いてるんですけども、この辺のちょっと茶色、少し味が出てますが、これまたオイル入れてね、こう雰囲気変えてあげるっていうのも一ついいかもしれません。はい、今このね、ちょっと茶色の雰囲気出てて、これはこれでね、かっこいいんですけれども、はい、中も、小ぶりでね、使いやすいと思います。はい、こちら7800円に消費税です。はい、続いてナイロンのスナップのジャケットなんですけれども、はい、こちら USA 製のサイズミディアムサイズ、はい、青のちょっとね光沢のあるナイロンジャケットです。そして後ろのチェーンステッチ、はい、チェーンステッチがね非常にかっこいいかなと思います。はい、ミディアムサイズ、僕がちょうどちょっとちっちゃいですね。僕が着るなら多分ラージサイズかダボっと着るなら XL ぐらいのサイズ感だと思います。青に綺麗な青にこのね黄色のライン、はい、この胸のね刺繍も可愛いですね。はい、こちら12800円に消費税です。はい、ちょっとヴィンテージいきましょう。カバーオールになります。はい、こちらビッグダットと入っております。はい、チェーンステッチ。はい、この下がね、これいいですね。コーンと書いてます。これはね、いわゆる生地のブランド、コーンミルズですかね。はい、コーンミルズといえばリーバイスという印象なんですけど、こういったね、別のブランドとかにも生地は提供してたと思います。はい、このダブルステッチの襟で、はい、そしてボタンがね、非常にかっこいいです。はい、シルバーのこのデカボタン、結構珍しいと思います。はい、赤缶抜きとかね、そういったところはね、いいんですが、はい、こちら下にね、内側にフラッシャーがついてたんでしょうね。黒いステッチも残ってるぐらいです。全体的に縦落ちが入っていい感じに押してる。サイズがね、ちょうどね、40ぐらいのサイズ感です。残念なのが一つだけね、一番下のボタンが取れてしまってます。ビッグダットとねこう入ってるこのシルバーのボタン、これ探すのはね非常に難しいと思うんですけれども、もし同じのが見つかったら打ち込んであげれば直せるんですが、一つない状態でね、着るというのも、はい、ありかなと思います。なかなかねこの辺の古いヴィンテージのカバーの先全然見なくなりましたし、このデカボタンやっぱり雰囲気全然違いますね。はい、後の状態はね雰囲気抜群にいいんですけど、ボタンが一つだけ取れてしまってます。はい、こちらお値段59,800円に消費税です。はい、この時期にあえてつなぎ、はい、こちらでそんなね素材的には厚くない素材です。はい、こちらが、はい、K2B という、いわゆるねミリタリーのつなぎなんですけれども、はい、こちらハドソン、ガーメントというブランド、はい、6265A と入っております。ミリタリー、こういったね少し、マニアックな部類、はい、うちのお店でもね以前販売させていただいたんですけど、古着屋さん、こちらのね、青田さんが作られたミリタリー本ですけれども、もう今はね今となってプレミアついております。僕らも非常にねこの本でミリタリー勉強させていただいたんですけど、こちらにこの、K2B 載っております。こちらか。はい、先ほど言ったねこの、ハドソンガーメントと、はい、K2B の 6265A というのが全部載ってるんですけれども、はい、1953年のつなぎです。はい、もちろんねこういったところにクラウンジップ使われてるのが、はい、クラウンジップやっぱいいですよね。このねオリーブのグリーンにこのシルバーのクラウンジップ、そしてこのねエアフォースマークもここまだうっすら残ってます。そしてこちらサイズがねミディアムレギュラー。このミディアムレギュラーは意外と僕も着れるんです。はい、僕が合わせてこのぐらいのサイズ感です。もちろんねちょっときつければ
肩ここまでねジッパーを下ろしてこのウエストでキュッと縛ってきていただいてもこのね、つなぎ結構ねポケットだったりとか下にこのジップがついてたりとかね、はい、こうやって開いてきていただいてもこれ腰でアジャスター代わりにこのスナップがついてるんでウエスト部分はこれで調整効きます。そして肩からね下げてギュッと袖口縛って腰のあたりそして T シャツでねシンプルに合わせていいでもこれ実はね薄いので結構夏でもいけるんです。そしてねこのポケットがいっぱいついてるっていうのはこのねまたデザインとしてのバランス実はかっこいいんですこれ、はい、僕もね実はこれ僕ワンウォッシュくらいの実は持ってて最近ねあまり着てないんですけども、はい、逆につなぎの中ではね一番おすすめかもしれません。しかもそんなに値段高くないんです。以前ね古着サミットでねミスタークリーンの栗原君がねこの辺ご紹介してましたが僕もこれ結構好きなんです。サイズ感僕177ですけど同じぐらいかもう少しね小さい方でも多分普通に着れると思います。おすすめのつなぎ K2B でこちら12,800円に消費税です。1ニッパです。安いですね。はい、続いてこちらの方がちょっとマニアックです。はい、こちら CW のねオレンジです。こちらの方がねちょっとこう中綿といいますかナイロンなので少し分厚いかなと。ただこのオレンジ、派手好きな方ねいたら、はい、先ほどのね、こちらとかにも載ってるんですけども、はい、こちらです CW の1、はい、そして通常はこのオリーブグリーンなんですけどこのオレンジは2ブランドしか作っておりません。はい、こちら、オリーブヒルと書いております。はい、サイズがラージロングなので LL とこの実はねポケットのここにね表記あります。いかに状態がいいかということが分かりますね。この紙が残るってことは状態いいってことです。 LL と書いてます。はい、オレンジこれもね先ほどと同じポケットがいっぱいついてるというこのデザインとしてもね、はい、デザイナーさんもなんかもお好きなんじゃないでしょうか。こちらも実はねこのクラウンのジッパーがついてます。このクラウンのジッパーかっこいいですね。こういう形でダボッと着ていただいてもかっこいいんじゃないでしょうか。はい、こちらがね1960年、はい、と、古着屋には書いております。先ほどのは53年のつなぎこちら60年のつなぎですけどオレンジ色でラージロングこれもね僕はちょっとダボッと着れるサイズ感です、これをね着こなしたらそれはそれでかっこいいんじゃないでしょうか。はい、こちらのつなぎで19,800円に消費税です。はい、つなぎの真逆で今度ショーツです。はい、前にもね一回紹介させていただいたんですけどこのベン・デイビスこのプリントタグの短パンです。これ女性にね履いてほしいなと思うんですけど、はい、ウエスト34と書いてます。34って言ったら僕が本当は入るんですけどこれえらいねゴムがしっかりキュッとしてます。これ僕はね入んないですね34は。はい、大体ね30ぐらいの方、はい、あとねこれ女性が履いても非常に可愛いと思います。数字の34はちょっと忘れていただいて実寸ちゃんとオンラインの方に書いておきますのでちなみにこちらデッドストックです。ベン・デイビスのデッドストックの短パンですね。はい、でこちら6,800円に消費税です。はい、続いてリバースイーブのスウェットパンツですね。こちら叩きタグ、はい、この真ん中にね大きくXラージと入っております。一番初期はねこの上の方にサイズ表記入りますけどこの次のタイプですね60年代あたりでしょうか。はい、いわゆる霜降りの、グレー、はい、なんですけれどもちょっとね色がね白っぽく落ちております。リペアもねちょっと破けたところに叩きは入っておりますが XL ちょっとゆったりめですが、はい、僕がかなりゆったりになります。例えば、ね、叩きのスウェットパンツもなかなか出てこないですね。はい、そしてここねラバープリント、はい、プリントもいいですね。はい、こちらで、7,800円に消費税です。安いですね。はい、続いてホワイトのペインターいわゆる生成りですね。生成りのペインターのデッドストックになります。はい、サイズ表記3034表記、ペインターパーツ大きいのが多いんでこれは30だったら、女性でもいいですし男性でも細い方
ジーンズでいうね、501を31インチぐらい履いてる方でも全然入ると思います。レングスは長いんですが、別にチェーンステッチでもないので、切って30インチとか29インチあたりに持っていくとちょうどよく夏も履けるんじゃないでしょうか。ホワイトのペインター、はい、デッドストックでこちら、ブランド名ここにも書いてます。スナップで、はい、ジッパーも星のマークのジッパーですね。はい、こちら7800円に消費税です。はい、続いて、はい、501の、ね、USA 製です。はい、こちらね、またなんか雰囲気がいい感じです。ちょうどね、うっすらひげが入って当たりも綺麗に出ております。はい、パッチこちら、表記はねちょっと読めなくなってますが、実寸3431です。はい、ちょうどね自分がちょっと大きいですね。はい、ただね夏仕様の USA 製、非常にねいい感じの打ち方してます。これから履くのにちょうどいいんじゃないでしょうか。はい、9800円に消費税です。さあヴィンテージいきましょう。はい、こちら今回は僕女性におすすめです。はい、こちらね66の前期になります。はい、もう見てください、この綺麗なひげ、そして縦落ちが綺麗に出ております。ちょっとねこちら内側の部分ステッチのところに縦にちょっとダメージが、一応リペアされております。そしてチェーンステッチもねほどけてしまってるんですが、一応オリジナルの、丈です。はい、こちらもねステッチは一応直されてますが、この辺りはね裾上げしてる感じはありません。はい、そして、はい、パッチ501の66、ちょっとね実寸表記のところ消えてしまってます。赤タブがスモール E でシングルステッチですね。はい、後ろもね、いい感じのこの8の巣までいかないですけど、さーっとね綺麗に落ちております。こちら実寸がね日八32です。はい、おそらく表記が日給34、ちょっと女性長いかなと思うんですが、僕は思うに165センチぐらいの女性、はい、ちょっとね長いかもしれませんけど、これヒールで合わせてほしいです。ぜひ、はい、もちろん男性で入る方は全然いいんですけども、これは女性におすすめです。はい、ひげと、今からねちょうど夏とか履くのにはちょうどいいですし、はい、これから秋口なんかだったらちょっとヒールで軽くね2折りぐらいして合わせていただくと可愛いんじゃないでしょうか。はい、66前期、こちら29800円に消費税です。女性買いやすいと思います。はい、続いて、そしてこちらはちょっとねヴィンテージ好きな女性に買ってほしいなと。はい、こちらねボタン3つなんですけれども、下のボタンが3つですね、いわゆる。はい、そしてセンターループです。はい、もちろん、はい、ビッグイでシングル当たり前です。はい、色濃いですねこれまだ。はい、隠しレベット付きで前がシルバーです。ということはベルトループがセンターで、サイズ実寸が日八日八です。はい、前見ていただくとちょうどねひげがうっすら入り始め、膝のあたりに少し抜けてます。あたりも綺麗に出てますし、裾もこれ実は、ね、オリジナルのチェーンステッチです。ということは、28が実寸ということは、元の表記はおそらく29です。はい、で今隠しレベットがあったので WX ということは、このサイズは 503BWX、 そしてボタンがこの3つ、はい、これは29インチ、はい、29インチ表記でレングスがおそらく30なので、日給30が縮んだサイズが今実寸日八日八です。はい、503BWX、 ベルトループがセンターループということは、オフセットから戻った紙パッチのいわゆるほぼ最後の方、1960、56年、はい、あたりの WX になります。はい、503B ですね。後ろもちょっとこういい感じの蜂の巣も出始めて、まだ濃い状態。はい、彼女にプレゼントしてあげたい男性、はい、このサイズが入る方はぜひおすすめです。まだ色濃い状態、ここからねやっぱ履き込んでいっていただいて、自分の色に落としていく、女性でもねそういう方いらっしゃると思いますし、
このレングスがねニッパチというのが、はい、ちょっとロールアップして、足くるぶし出して先ほど言ったヒールみたいに履いても可愛いですし、はい、この辺 WX のね最後の方気持ちねシルエット細くなってます。 WX のズドーンとしたシルエットよりは細くなってる。それもまた合わせやすいです。はい、こちら 503BWX 60年代ちょうどね真ん中ですね。色濃い状態で98,000に消費税です。98,000、夏のボーナスにいいんじゃないですかね。はい、続いてこちらが、501WX のバックルバックですね。はい、もう最近本当ね、対戦モデルとバックルありませんかというお電話よくいただくんですけど、なかなかね本当最近状態のが入ってきてないです。はい、状態のが入ってくるとお値段もそうなんですけどね。はい、こちら、はい、通常の37年モデルなんですけれども、こちらよく見たらいいけどバックルの金具、ここの受けの部分がね三角の受けを使ってます。ということはねこれ正直、37年から42年までです。このバックルバックと言われてるこの年代は。この前はね22年モデルといってサスペンダーボタンがついてしまうのでまた違う年代になっちゃうんですけど、こちら赤タブがついたいわゆる37年ですよね。はい、でもこのバックルを使ってるのっていうのは逆に言うと36年までというふうな言い方をします。G ジャンの本の方にねこのバックルの形状をいろいろ書いて写真載せているんですけれども、すみません、でこのバックルを使ってるバックルバックのジーンズ、はい、これは37年でも本当初期の頃って言っても過言ではないかなと。はい、もちろんねまたリベットもついておりますし、はい、こちらですね、隠しリベットも、はい、皆さんねこの37年モデルの隠しリベットってねあまり見たことないかもしれません。このべちゃっと潰れたタイプ、いわゆるこのねフロントのこの白のスレキンを打ってるこのボタンと形状は同じです。はい、このね隠しリベットを使ってるのは37年モデルの特徴ですね。いわゆる42年から対戦リベットと言われているリベットに変わってしまいます。はい、あとはねもうパッチレザーパッチは取れてしまってるんですけど、こちら実寸36の32です。はい、レングスもしっかりあります。下のねチェーンステッチは一応これ上げ直しと言いますか、はい、ステッチがねほどけてしまったのは、ね、直しております。でもねレングスに関してはオリジナルのレングスです。はい、実寸3632ってことはパッチ表記38の34、3834が縮んだサイズかと思います。バックルバックのねちょっとこの36とか34とか大きめのサイズって最近ほんと見なくなりました。小さめのサイズね30インチとかだったらたまに見かけるんですけど、はい、やはりねちょっとゆったり履くとか履きたい方、あとこう色はね全体的に落ちてますがまだ膝の部分とかね生地は全然しっかりしております。一旦ね膝の部分に少し軽くリペア入ってますけど生地がまだ全然しっかりしているのでまだまだ履くにも使えるかなと思います。はい、はい、こちら、またね、詳しく、質問等があるようでしたらベルジンウェルブストアと言いましたけれども、こういったヴィンテージの商材に関してはベルジン僕の方に連絡いただければまたお答えしますので、はい、ある程度綺麗な、ね、リペアは入っております。37年モデル3632でこちら79万8000に消費税です。7キュッパです。はい、続いて、フェイクアルファカテゴリーの方から2点ほど、ハワイアンを紹介します。はい、こちら、いいですね。タグがスポーツウェア、はい、サイズがねラージサイズです。今回ねこのグレーボディっていうのをちょっと選択したんですけども、このいわゆる木登り、はい、プリントがねこの木登りというパームツリーにこう人が登ってる木登りバージョンですけども、赤とかね緑とか、たまに見かけます。もちろん黒とか出たらかっこいいですけれども、このねグレーもねなかなか出ないんじゃないでしょうか。こちら 40s 40年代ですね。この長襟長のこのシャープのあとラージサイズですが、はい、僕がちょうどよく着れるサイズ感ですね。そんな大きすぎないラージです。はい、このね柄もね、定番なんですけどやっぱかっこいいと思います。はい、木登りのハワイアンこちらで9万8000に消費税です。
そしてもう一つ、はい、これもね、もうザ定番です。パームツリー。パームツリーのこちらカハナ木ですね。カハナ木のデカタグ、そしてここの下にジャケットと入ってる、これがねほんと初期のタグです。こちらも40年代。そしてこのね、これも濃いめのグレーです。チャコールグレー。はい、サイズ表記がこちらですね。ラージ、こちらもラージサイズ。これはいいんじゃないでしょうかね。僕も着れるサイズ感です。ラージ。しかもこのチャコールグレーのパームツリーってかっこいいですね。もちろんこれも黒とかね、他の色もあるんですけど、はい、そこまでね大きいダメージとかはありません。状態もねこれ綺麗なんじゃないでしょうか。うん、いいですね。柄もいいです。はい、カハナ木のパームツリー、サイズラージサイズ、こちらも98,000円に消費税です。はい、8月入ってですね、買い取り、委託販売を強化しております。デニムに関わらず、他のねヴィンテージ類なども、強化しておりますので、お店の方にお問い合わせいただければ対応いたします。よろしくお願いします。